こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は日本のニュースをお話しします。はい、このニュースは皆さんにもとても関係があります。はい、ですのでぜひ聞いてください。はい、外国の皆さんにとても関係があります。はい。相撲のニュースですよね。相撲。どうして外国の人に関係がありますかね。はい、そうなんです。後でお話ししますよ。はい、そして皆さんお元気ですか？私ですね、ちょっと YouTube お休みしていました。はい、どうしてはい、風邪。はい、風邪が治りませんでした。全然治らない。時間かかった。はい、そうなんです。今やっと仕事が始められるくらいになりました。はい。いや、時間かかりました。はい。鼻がですね、特に治らなかった。はい。もう鼻水が出るっていうんですけど、鼻水が出すぎて、もう耳が痛くなるという、はい。病院にも2回行きました。はい。ですので、皆さん、ちょっと本当に気をつけてください。風邪。私ね、この風邪ね、そんなに長く続くと思ってなかったんです。まあ大丈夫でしょうと。そんなに重い風邪じゃないと思ってたんですけど、あのそうではなかった。そうあのだから皆さんもちょっと風邪をバカにするっていうんですね。これ大丈夫ってね、大変じゃないって、コロナじゃないからとか、そう思って「いや大丈夫大丈夫」と言ってすぐ仕事に行ってしまったり学校行ったり、していいんですけど、あまり頑張りすぎない方がいいです。はい。私のようになかなか治らない。はい。そうすると本当に時間がかかっていろんなことができません。はい。ですので皆さんも体に気をつけて、はい。この冬を過ごしましょう。では、私やっと今日 YouTube ができるので嬉しいです。はい。ということで今日ニュースですね。お話します。楽しく聞いてください。これ今日のテーマは、この写真のように、イラストですね。イラストのように相撲なんですね。そう、相撲のとてもいいニュースが今日本にあります。はい。相撲皆さん見たことありますか？やテレビでいいですよ、テレビで。私も残念ですがまだ見に行ったことがないです。テレビだけ。はい。でもテレビでよく見ます。はい。今日ねこのお話しします。ですね、この相撲って皆さんテレビで見る相撲をやっている人たち、相撲レスラーとも言いますよね。力士って言うんですけど、本当はねこうやる人、力士、強い士って書いて、力士、ちょっと漢字は難しいから覚えなくていいです。この相撲をする人たち、私たちがテレビでよく見る人たちは本当にごく少ない人たちです。実際は日本にはもっとたくさんの相撲をする人がいます。はい、それは趣味じゃなくてプロとしてですよ。そうそう。そしてその相撲の世界で一番強い人、一番今強いですよあなたはという人をもちろん試合がたくさんあって、その中で一番勝った人が一番上に行くんですけど、その一番上に行った人が今日の大事なニュースです。一番上の今日本で一番あなた強いですよという人が日本人じゃないです。そうなんです。はい。そうなんですよ。相撲ね。日本人じゃないんですかってね。日本人ではなくて、どこの国の人だと思いますか？今、日本であなたが一番強いですという人。はい。日本の近くの国の人。はい。どこ？アメリカ？アメリカじゃない。今はアメリカじゃない。ですね。韓国？違う。中国？近い。はい、その近く。はい。も
もうモンゴルです。そうです。モンゴルの人。はい。ある人が今日本で一番強いです。はい。ちょっと、これを見てください。三角形が書いてありますね。ピラミッドとも言います。はい。これ、何ですかね。漢字がいっぱい書いてあります。読めませんね。そうですね。大丈夫です。これは JLPT に出ませんよ。この漢字ね。今日私が見せたいのは、これ相撲の世界のランキングです。はい。どういう意味？一番強い人。相撲をする人の中で今一番強い人を横綱と言います。この一番上のところ、三角形の一番上。はい。まあ何でもね、テニスでも、そうですね、他の何ですか、何があります？テニスとかサッカーちょっと違いますね。チームですからね。卓球とか、はい、いいですよ。オリンピックとかのね、一番上の人ね、まあ誰かいつもいますけどね、ここの相撲の世界で一番上の人、一番強い人は横綱というランクです。1位、2位、3位じゃないんですね。そういうふうに言わないです。はい。これは日本の昔からある、ランキングなので、こういう昔からの日本語の言葉を使います。うん。1位、2位、3位じゃないです。そしてこの横綱というこの一番上になる一番強い人、横綱、この言葉ぜひ覚えておいてください。知ってると日本人と話ができますよ。横綱です。ここの一番上の漢字ですね。横綱。この横綱になった人が、います。それがモンゴルの男の人です。ですね、今年の1月の最後の時29日ぐらいですね、1月29日ぐらいに、決まりました。あなたが一番今強いですよと。はい。ここの横綱になった人、名前は豊昇龍。豊昇龍と言います。もちろんモンゴルの名前ではないです。はい。モンゴルの人なので、モンゴルの名前があるんですけど、相撲をするときはモンゴルの名前は使いません。はい。ですので、これは日本でつけてもらった名前ですね。豊昇龍という人。はい。その人が今日本で一番強いです。もちろん、この一番試合に勝ったから一番上にいますね。オリンピックと同じ考え方、それあるんですけど、ちょっとそれ日本の相撲は少しオリンピックと違って、一番勝たなければいけないです。もちろん、それも、たくさんの試合に勝たなければいけないです。ここちょっとルールが難しいので詳しく言わないですけど、何百、100いくつぐらいかな、たくさんです。たくさんの試合に勝たないと、いけません。簡単に言うと、相撲を最初始めた時はこの一番下です。ピラミッドの一番下から始めて、勝っていくとだんだん上に上がれます。トン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 と。はい。で、ここの大関という横綱の1個下になるのも本当に大変です。はい。で、この大関という、2番ですね。2番の時に、とってもここでも勝って2回連続で優勝する、一番強い、勝ったらこの一番上の横綱になれます。だけど勝てばいいです。何でもいいから勝てばいいですじゃないです。これ試合の仕方、試合の仕方がとてもいい試合をしないと横綱になることができません。どういう意味？何それ？いい試合って何ですか？意味わかんないですよね。例えばですね、ちょっとこれ見てください。これね、これ相撲してるんですけど、この人首を押してますね。うってね、こういうやり方あります。
そうだけど首打って押したら息ができないですね、この人ね。苦しいでしょ。でこういう相撲ばかりをしてこれで勝ちました。それだとあまり良くないと言われています。はい、これは一つの例ですよ。相撲は、例えばこうやって重い相手もとても重たいですね。100キロ以上ありますね。100キロ以上の人をと持ってドーンと外に出す。こういうのはいいですとね。例えばあとはこうやってこうパタンと倒したりするのもいいでしょうと。だけどこうやって顔にね、何かこう息ができないようにしたり、顔を叩いたりするっていうのもあるんですね。相手の顔を叩く。でそれもあんまり良くないと言われていて、で、そういうやり方だと、そういうやり方で勝った場合は、あなた勝ちましたけど、でも勝ち方があまり良くないから、確かに勝ったんだけど、あなたはまだ横綱にはなってはいけませんと。はい、相撲協会といって相撲のね、そういう審査、いいか悪いか、この相撲は良かったか悪かったかとかチェックする人たちがいて、その人たちが、それを決めます。いい試合だったらこうやって首をって苦しいとかしないで、とてもいい試合をねした、そして勝っただったらいいですね、あなたの試合はいいです、あなたの相撲のやり方はとてもいいですと言って、勝ったら実際たくさん勝つんですよ。勝って試合の内容も良かったら横綱になれると言われています。だからここはオリンピックとちょっと違う。オリンピックは勝てばいいですよね。そうですので、どうやって勝ったかというのがまた大切なんですね。ですので、本当に強いし本当にとてもいい試合をした人しか横綱に一番上のレベルになることができません。そしてちょっと、人数を見ましょうか。ここね、横綱どのくらい大変なんですか、そんなになるの大変なんですかって、大変です。はい。これ相撲をしてる人ってだいたい今650人くらいいると言われています。日本の全体で。はい、日本のいろんなところに、相撲を練習しているところがあります。相撲部屋っていうんですけどね、部屋です。そこで、練習して試合に出てるんですけど、全部でだいたい650人ぐらいいる。でまずそこで半分にバシッと割れるんですけど、これ半分割れてるんですけど、ここの上の部分は、全部で70人しかいないんですね。これ決まってます。70しかダメなんです。だから簡単に考えると、全体の 10% の人たちだけが、70人がだいたい私たちがテレビで見てる相撲のテレビで見てる人たちです。それより下の人っていうのはあんまり見ないです。テレビでね、テレビ出てると思うんですけど、あんまりもちろん有名じゃない、やってる人たちも有名じゃないし、だいたい相撲の番組の最後の方で相撲をするのはこの強い人たち、上の人たちです。はい、で、全体で650人いて、勝ったら少しずつ上に上がっていけるんですね。でもちろん負けてしまったら下がります。下がっちゃうんですね。そうで、やっとねここの半分まで来た。そしてここの10両というところに入れたら、ここまではここ入れるの70人しかいないんですけど、この70人全体の 10% になったらやっと給料をもらえます。これ知らないでしょ皆さん。これ日本人でも知らない人いると思います。はい。これね、給料もらえる人
全体の 10% だけなんです。相撲してる 10% だけ。それより下の人はお金もらえないんですよ。本当に厳しい。本当に厳しい。でどうやって生活してるんですか？たくさん食べるでしょってね。そうですよね。これですね、相撲の人たち、相撲をする人たちは、その相撲部屋、相撲の部屋というのがあって、そこに先生、親方っていうんですけど、先生がいて、その人に教えてもらうんですね。で、そこの部屋の中にずっと、泊まります。そこで生活します。そこで自分で料理を作ったりします。洗濯したり、はい、全部自分でやらなきゃいけないらしいです。で、いろいろやるので、ご飯も作るし、で、この給料のない人たちは、ご飯作ったり、この上の人たちの世話をしたりして、給料はないんだけど食事はできる。はい、そして、一緒にトレーニングもします。はい、そうなんです。不思議な世界ですよね、ちょっとね。で、頑張って頑張ってこの上の 10% に入れたらやっとお金がもらえるんですね。で、これとっても面白いのが、この下のレベルの人は、例えばですね、どこかわかんない、忘れてしまったんですけど、例えば寒い時、今冬ですよね。冬にコートを着ていいかいけないかとか、それも決まってるらしいです。このレベルで。どこか私もちょっと忘れちゃったんですね。本読んだんですけど、私はまだ、その人はまだ下のレベルだから、自分はコートを着てはいけないというふうに書いてありました。風邪をひきますね。でもそういうルールが、もう本当にこのレベルで全然何をしていいですとか、何をしてはいけないとか、そういうのが全然変わるらしいです。いやー、ちょっとね、会社に入ってね、日本の会社に入って上司が偉そうだとかね、部下がいろんなことしなくちゃいけなくて大変だとかありますけど、いや、相撲の世界はもっと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 大変です。はい。日本人の私が見ても、うわー厳しいなーと、本当に大変な世界だなって思います。これちょっとチャンスがあったらまたお話しします。とてもですね、面白いです、この世界は。はい。厳しいけど面白いです。はい。で、ですので今日紹介したこのモンゴルの人はもちろん一番下から始めてだんだん上に行ったんですね。そうで、いつ始めたんですかというと、その人ですね、今このこの豊昇龍という人、豊昇龍というこの相撲ね、今一番上の人、一番強い人、この人は、25歳です。今25歳。そして日本に来たのは、モンゴルからね、日本に来たのは15歳の時。はい、高校生です。そうなんです。高校生の時に日本に来て、相撲を始めて、そして日本のね、そういう相撲の部屋に入ってトレーニングをたくさんして、どんどん勝ってどんどん上に行った、そういう人です。だから10年前ですね。今から10年前に日本に来て、相撲を始めて、今一番日本で強くなったという人です。そして、実はですね、この人、モンゴルの人で、今までも実はいます、こういう人。はい。外国人の人で一番上、この横綱というランクになった人、外国人の選手、実は他にもいたんです、今まで。はい。例えばですね、だいたい32年前、今から32年前に
一番最初に外国人の横綱という人が生まれました。外国人でこの一番上に行った人がいます。はい。それまではいつも日本人だった。はい。あんまり外国人の人は相撲をやらなかったんですけど、32年前についに横綱というのになった人がいます。それはどこの国の人だと思います？もしかしたら皆さん見たことあるかもしれない。テレビで。英語を話します。そうです。アメリカです。はい。アメリカのハワイ、暖かいとこですね。ハワイ。デリリリーってね、暖かい国ですね。海があってね、いいところ。ハワイから来た人。あけぼのっていうんですけど、その人とか、あとアメリカ人の人はね、まだいました。そしてその後はですね、モンゴルから来た人が、この横綱になるということが増えました。はい。今までももうそうですね、5人いて、今回で6人目です。今年で6人目のモンゴル人の人がこの横綱という一番上のレベルになりました。はい。これはですね、すごいことです。モンゴル人って体が大きいから強いでしょと思いますよね。それもあるんだと思いますけど、でもね、やっぱりすごい頑張ってるんですよ。うん。例えばですね、名前をちょっと言いましょうか。今までで横綱になった人。例えば朝青龍という人も実は有名。朝青龍という人は実は今回横綱になった人のおじさんです。親戚です。豊昇龍、今回なった人豊昇龍なんですけど、朝青龍はおじさんです。親戚。すごいね。とか白鵬とか、照ノ富士とかいます。はい。この相撲の名前は難しいですね。そうそう。覚えなくていいんですけど、これはですね、もうモンゴルの人は体大きいから国でもね相撲やってるし強いでしょなんて、そんな簡単なことじゃないです。この上に上がっていかなければいけないこの厳しいルールを知ると、本当に大変だなと思います。ちょっと負けただけで下に下がっちゃうんですね。これ大関になってもちょっと負けたら下下がっちゃう。そう、そして本当に悲しいのは、横綱になりましたよかったねと言った後も、これちょっと負けただけで、ちょっと今日は調子悪いんで、今回は調子悪いんでじゃないんです。次頑張りますじゃダメなんですね。ちょっと負けただけでももう横綱は負けてはいけません。そんなルールがあります。はっきり言わないんですけど、みんなね。でもちょっと負けたりちょっと怪我しただけでもう自分からすいません、もう私は横綱と自分のことを呼んではいけないです。やめます。相撲をやめます。という人が多いんです。厳しいんです、この世界。そう。だからちょっと怪我したから休みますとかじゃなくて、ちょっともう調子悪かったらもうね、次下に下がりますじゃなくて、やめるっていう、本当に厳しい世界です。サッカーとかね、例えばちょっと今回は調子悪いから休憩とか手術しますとか休みますとかあると思うんですけど、横綱はですね、そういうのがあんまり許されないです。だから上になっても、せっかく一番上になってもあまり長くここのポジションにいることはできない。それが一つ特徴です。ちょっとね、だから責任がとても重いと言われています。負けてはいけないという責任が
とてもある。はい。そしてね、今日皆さんにぜひ言いたいのは、この外国人の人がこのとっても大変な横綱になっている。で、これぜひですね、このインタビュー見てほしいんです。話してるところ見てほしいんです。日本語本当に上手。日本人ですかって思います。顔見なかったらわからないです。もう外国人ってわからない。そうなんです。これはですね、もう昔から言われてるんですけど、この相撲の世界に入った外国人は日本語が本当に上手。はい。もうどうしてっていうぐらい上手。はい。今回一番上になった、豊昇龍もとっても日本語上手。彼は確かに10年前、15歳の時です。日本に来たの。はい。でね、15歳ね、若いしってね思いますけど、それでもね、すごいですよ。日本来てから、あいうえをかきくけこ勉強始めたそうです。何もわからないで来ちゃったね、日本にね。すごいですね。勇気がありますね。そう。で、あのそうなんです。大体皆さんそうで、日本語全然できないで日本に来る。はい。で、日本語わかんないんだけど、高校に入るとか、この今回一番強くなった人は日本の高校に入りました。うん。これできます皆さん、自分だったら。皆さんの得意なことでいいですよ。例えば音楽でもいいし、ね、私はピアノが上手だから外国に留学に行く、ピアノ上手になりたいからと言って、そこの国の言葉わからないけど、そこの学校の、そこの国の学校、高校に入ります。できますか？すごい勇気ですよね。でね、もちろん、高校に入って、そしたら勉強わかんないですよ。だって何も知らないんですから、言葉ね。ですから、ちゃんとね、日本語を教えてくれるサポートの授業もあって、そこで頑張ってね、少しずつ日本語を覚えたと。で、大体その外国のその相撲をねする人たちはなんで上手になるかというと、もう本当に単純なシンプルな理由で、この相撲の世界、相撲の部屋に入った時に、親方というんですけど、リーダー、先生日本人です。で、全部これをしてください、次はこれをしてくださいとか全部日本語。うん。英語でとか、ちょっと通訳がいます助けますとか、ないないない。全部日本語だから、もう分かんないけど、とにかくなんかじゃあこうやってやってとか、ジェスチャーとか見せてもらって、そのまま真似するだけ。はい。もうそれの繰り返しだそうです。毎日毎日。すごいですよね。だからね、話してるの聞くと本当に、この今回優勝したのは25歳のモンゴル人の男の人ですけど、本当に日本人の25歳みたいな話し方をします。すごい若々しい話し方です。だからもういっぱい耳で聞いてるんです。もちろんそうですよね。誰も助けてくれないから。うん。その自分がトレーニングしてる部屋にモンゴル人の先輩がいますとか、そういうこともあると思うけど、でも部屋の中では日本語で話さなければいけないから、もう分かんなくても、もうはい分かりましただよね。もうやりますってね。もうそれしかない。そういうとてもとても厳しい、逃げられない環境で15歳の時からやってきて、今のようにもう言葉はもう全然問題がないです。はい。インタビューでいろんな人に質問をされていました。日本人のね人からね、何々どうですか、横綱になった気持ちはどうですかとか、結構難しい質問を日本人からされてるんですけど、
何も問題ないです。何ですかそれはとか、どういう意味ですかなんて一回も私聞いたことないです。そういうインタビューで。もうすごいなと思います。うん。ですので、なんでしょうね、この本でもね読んだことあるんです私。このどうして相撲をする外国人は日本語がこんなに上手なんどうしてですかという本を読んだことあるんですけど、もうね答えはもう本当に簡単で、もうやるしかない。逃げられない。もう私は相撲をするために日本に来たんだね。それも15歳とか本当に若い時に来るんですみんな。うん、まだ親親と一緒に生活したいですよね。15歳ってまだ子供ですよね。だけど自分は相撲を頑張るために来たと思って、えだから練習も一生懸命やってご飯もたくさん食べて先輩の世話もして、で日本語も一から勉強すると。で寂しい時は布団の中でちょっと泣くっていうのを読みました。もうねとにかくやるしかないっていう、逃げられない環境世界っていうのでみんなできるようになるみたいです。だから相撲ってやっぱり危険なスポーツです。怪我もしますすごくね。こんな相手の人100キロ以上ありますからね。そんな人といつも練習してますから、若い時は特に怪我しやすいと思うんですね。でも怪我してもどこが痛いとか、それを説明するのも外国語だし、私みたいに風邪をひいても病院行ってももちろん外国語で話さなければいけない。もうちょっと今話したくない外国語とかもう無理ですね。日本人モンゴル語わからない。だから逃げられないんですね。でそういう厳しい環境で頑張った人たちがやっぱり言葉もできるようになるんだなっていうふうに思います。ちょっと想像するだけ、ちょっと考えるだけで本当に私も泣きそうになります。どんなに頑張ってるんだろうって。ですのですごくね今回このニュースを見て私はね勇気をもらったんです。あ、なんか相撲やっぱり相撲をやりたいからっていう大きな目標があるから、言葉は一つの道具、うん、道具だ。でもとっても大切な道具。話せないとは困る。自分も困るし、自分の周りの人も困らせてしまう。きっとそういう気持ちあると思うんですね。だからね、あのそれでできるようになるんだなって。だからどうしても誰でも、私もそうなんですけど、私だったら日本にいて英語を勉強するとか、日本にいてドイツ語を勉強するとか、自分の国にいるからこう逃げられるんですね。勉強わからなくてももちろん問題ないですよね。使わなくたっていいでしょ。日本に行ったら日本語使えばいいんだから。逃げられる。あとは勉強する時間今日なかったとかいうことできます。でも逃げられない。やらなければもうその国にいられないとか、やらなければ相撲ができない、やらなければできない、日本語できなければモンゴルに帰らなければいけないとか、そして日本語だけじゃなくて相撲も勝たなければモンゴルに帰らなければいけない。多分そういう気持ち、多分ねもう15歳の時からあるんだと思うんです、心の中に。だからね、そんな風に思ってたらすっごいできるようになりますよね。だってやらないといけないんだから。そのそういう気持ちで毎日毎日戦ってきたと思うんですね。こういう相撲で成功してる人たち、相撲で成功してる外国の人たち、モンゴルの人たちだけじゃないですよ。アメリカ人の人とか、他の国の人も実はいるんですね。横綱にはなってなくても、とても上のレベルまで来ている、
外国人の選手っていうのは実はいるんです。みんな日本語上手、みんなすごい、本当に。だから本当にリスペクトします。尊敬してしまいます。私もテレビで話しているのを見るとね。だからね、言い訳、今日はできないとか、今は忙しいから勉強できないとか、それ本当に言い訳だなって思います。だからね、皆さんもぜひね、何かね、大きな目標があると、多分日本語なんてツール、何かの手段、方法として、勉強してしまえば、いくら難しい日本語、難しいんだ日本語は、世界の言葉でとても難しいんだって言われてるけど、でもできるんだよって、すごくこう教えてくれてます。この相撲をねやってる人たちが。ですので皆さんもね、勇気を持ってとにかくやれば前に進むみたいです。言葉の勉強ってね、ちょっとでもいいから前に進んでみようね、少しでも何かやってみようっていうのを忘れないでほしいなと思います。そして私も外国語の勉強ね、今日は忙しいからとか、あんまりそれは言うべきではないなっていうふうに感じました。ね、ですので、やればできるし、やらなければできない、それが外国語みたいです。ですのでぜひやってみましょう。というお話でした。ぜひ今日の、この人たちのね、リンク貼っておきます。ぜひインタビューちょっと見てみてください。すごいなって思います。何話してるか分かんないかもしれません。上手すぎて日本語ね。皆さんもやればできます。そう、私もやればできますやらないからできないですね。そうですね、弱いですね、ダメですよってでも思います。自分に思います、私がね。そうですので、皆さんにも今日勇気を皆さんに少し与えられたら嬉しいです。やってみましょう。ということで、努力をすると、ちょっとずつ頑張るという言葉を私他の YouTube でもお話ししました。石の上にも3年という言葉があります。とてもいい言葉です。石の上にも3年。何ですかって、ぜひ知ってください。ぜひ使ってください。他にも、日本語を楽しく勉強してほしいなと思って YouTube をたくさん作っています。私ね、使ってください。見てください。聞いてください。例えばニュース、他にもいろいろあります。日本でね、日本人が結婚した後名前が変わったりするんですけど、それ変えるのやめませんかとか、そういうニュースがあります。どういうことってね、よかったら見てください。あとはビジネス日本語とか、JLPT の読解とかのビデオもあります。JLPT の勉強は特にいっぱいビデオがありますので、ぜひ見て合格してください。応援しています。あとは私のオンラインレッスンがあります。ここにリンクを書きましたが、このホームページのリンク、今日のコメントのところにも書いてあります。そこからアクセスしてください。JLPT の読解のビデオ、とてもおすすめです。JLPT 合格した人、ぜひこれ見ましょう。N2 と N1 のビデオがあります。これは私のホームページから申し込みをして見ることができます。YouTube では見ることができません。JLPT 合格したいんですという人はぜひ使ってください。合格する方法とか勉強の仕方とか、そういうのもしっかり説明しています。1時間ね、これ YouTube では見られませんのでぜひ見てください。これは読解リーディングです。あとは語彙、文法、漢字などもありますので、私のオンラインレッスンの、リンク見てください。これはですね、ビデオレッスンなんですね。だから、皆さんが時間がある時にいつでもビデオを見ることができます。
今は次の7月の試験の次の日まで何回でも皆さんが自由に見ることができます。はい、ぜひ使ってください。そして早く試験合格してください。ね。100点取らなくていいんですよ、試験ね。でもどうやったらいいのね。大体みんな困ってますね。勉強の仕方間違えてますよ、多くの人がね。ぜひこっちビデオ見て勉強の仕方をまず知ってください。あとは私のズームレッスンもあります。ズームレッスンは私と話しながら勉強しましょう。そう。これ3つあります。1つは会話練習、会話の練習。これ N2 くらいまでの人とてもいいです。N3、N2 くらいの人とてもいいと思います。あとビジネス日本語。これは N2、N1 ぐらいの人がちょうどいいかなと思います。N3 ぐらいの人もね、クラスに、入ってくれたことあります。大丈夫です。できます、できます。十分できますので、あまり心配しないで一緒に勉強しましょう。ビジネス日本語はビジネス電話のかけ方とビジネスメールの書き方をよく勉強してます。これね、いろんなルールがあって難しいんですけど、難しいんだけど覚えればできます。そう。そして結構楽しいです。日本人の考え方がわかるようになるので面白いと思います。はい。よかったら一緒に勉強しましょう。そして最後はプライベートレッスンです。これはあなたと私で、あなた一人と私で勉強しましょう。これ何でもいいですよ、勉強すること。JLPT のリーディング、読解でも、JLPT の文法でも何でもどうぞ。あなたが困ってること、勉強したいこと何でもいいです。会話の練習とかビジネス日本語を勉強している人もいます。レベルも N5 から N1 まで誰でもどうぞ。楽しいと思います。はい。楽しいと上手になるのは早いですね。ぜひぜひ一緒に勉強しましょう。私のオンラインレッスンのリンクここに書いてありますからね、今日のコメントのところ、皆さんが書いてくるコメントのところにリンク書いてあります。そこからジャンプしてください。あとプライベートレッスンで何の勉強したい、ちょっとこれいいですかとかね、会話の N2 ぐらいなんですけど、あとこういう勉強したいんですけどいいですかとか、メールで連絡してもいいですよ。メールアドレスも、このリンクの、例えばプライベートレッスンの中の中の説明のとこに私の E メールアドレス書いてありますから、そこから連絡してください。あとクラスについて他のクラスもちょっと質問があります、よくわかりませんって人もどうぞメールを送ってください。メールそこに書いてあります。ビジネス日本語のとこも、会話練習も全部書いてありますので、そこ見てくださいね。ではあとは私の X あります。 X ラーニングジャパニーズ@日本語クラスです。フォローしてない人ぜひお願いします。いろんな情報を皆さんに連絡しています。はい。でもね、もうたくさんの人フォローしてくださっていてありがとうございます。はい。これも今日のコメントのところにリンクが書いてありますので、はい、そこから見てください。では今日もねちょっと長く話しましたが、皆さん少し元気に頑張ろうって思ってくれると嬉しいです。はい。やればできるみたいです。やっぱり外国語の勉強。はい、日本語の勉強って。はい。今日はね、モンゴルの人を紹介しました。モンゴル語と日本語、全然違います、言葉。文法も違うし、語彙も全然違います。とても遠いです。言葉が離れています。はい。だから、モンゴル人には日本語簡単なんですかというのは違います。全然そうではない。でも、あんなに日本語上手ということは、とっても頑張ったっていうことです。とっても努力したっていうことです。だから皆さんもできます。他の国の人でもできます。やればできます。はい。ですので、ぜひね、今2025年で新しい年になりました。で、1月も終わっちゃいました。1ヶ月どうでしたか？ 1 ヶ月。ね？勉強しました？よし勉強するぞっていうより、なんか日本語聞いたり読んだりしました？ちょっとでもいいんです。やってたらいいですね。やってなかった人、
2月から頑張ってみましょう。あなたの未来は、あなたの将来はあなたが変えるんです。そうだから毎日毎日のことであなたが変わるんですね。その手伝いがちょっと私の YouTube でできるかもしれない。ですので、またぜひ聞いてほしいなと思います。そして、自分を信じて、あなたは自分を信じてください。できますね。はい。ですのでやってみよう。ね、少しでも前に進みましょう。はい。ということで、皆さん思ったことぜひメッセージで書いてください。いつも楽しみに、メッセージ待っています。では今日もありがとうございました。またお話ししますね。皆さん体に気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございました。ちょっと切れませんでしたね。今切ります。はい、今日もありがとうございました。はい、失礼します。